今回はイモモヘッドの目の裏にあるこの出っ張りをカットしていこうと思います。この藍はドルチェさんで買った藍なんですけど、 DD と比べるとちょっとちっちゃい藍なんですが、こういうようなぴったりした藍がですねくっつくようにこの形がデザインされてるんですね。ぴったりなんですけども、碁石藍とかいろんな藍があったりとか、 DD の藍とかくっつけた藍とか、そういった時にこの部分が邪魔になるんですね。例えばこれ DDI なんですけど、この穴に入らないんで浮いちゃいますよね。これ碁石藍なんですけども、碁石藍も全くもってこうやって浮いちゃうので、こういう藍をつけたい場合はここをカットして平たくしないといけません。今回はそれをやります。紙はルーターでゴリゴリ削ればすぐ削れるんですけども、ナイフでどれだけできるかっていうのをチャレンジしようと思うので、無駄かもしれないんですけども、ちょっとやってみますね。ヘッドの中ってナイフこう入れづらいので、どこからしらでギブアップが出るかもしれないんですが、こんな感じで徐々にですね、少しずつこのバリというか縁を取っていきます。デザインナイフだけだとちょっと限界がありますね。なのでアイサイザーも使います。これですね、アイサイザー。これでゴリゴリいこうと思うんですけども、かなり削るところが多いので、このままだとすごく大変なんで、本当は V カラーシンナーをたっぷりつけて削った方がいいですね。特に力がねあんまり入らない女の人なんかはこれかなり大変なんで、それにしてもダメですね。削りにくいですね。じゃあちょっと窓を開けて V カラーシンナー出しますね。最近はシンナーとかに結構うるさいんで、防毒マスクをちょっとつけてやろうと思います。聞きづらいんですけど、字幕見てもらえばわかると思います。で、これをお皿にちょっと出して、すぐ吸うので、ちょっと多めに出しておいてもいいですね。で、とりあえずしまって、でこのアイサイザーにですね、よーく染み込ませます。たっぷり。で、これで削ります。そうするとですね、結構ガリ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 削れる、外れるんですけど、イモモは、そずりが硬いので、どうなんでしょうね、これ。DD みたいに結構削れないですね、これね。ルーターの方が良さそうですね。全然削れない。ダメだな。ダメだな、これは。ちょっとね、イモモヘッド、DD に比べるとめちゃくちゃ硬いんで、全然削れないんで、やっぱりルーター使いますね。アイホールの裏を削るときにおすすめしてるのは、この超光バータングステンバーっていうもので、これは Amazon で売ってる、安物って言ったらあれなんですけど、1500円ぐらいのやつなんですが、これがですね、結構削りやすいですね。ヘッドの奥にやるので、ちょっとね、長めにつけて、これでガリガリとこう削っていきます。この丸のタイプだと先でもですね削りやすいので、こういう感じでガリガリと削ることができます。ダイヤモンドヤスリのビットでもいいんですけど、ここまでですね多分ガリガリ削ることができないので、安いので予算があればですねこれおすすめです。でこのアイホールの出っ張ってる部分ですね、ここら辺を徹底的に平たくして、でこれをペタッと置いた時に藍の隙間がないぐらい平たくすると多分いいんじゃないかなと思います。この部分ははめる藍によって決めればいいんですけど、今回はね碁石を試しに入れたいんで結構平たくしてみますね。
で、最後の仕上げに V カラーシンナーで首を表面慣らす必要があるかっていうと、ちょっとした方がいいかなと思いますね。綿棒に染み込ませて、こうやって感じでゴシ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 やれば、表面ちょっとだけ綺麗になるので、藍が傷つくことってそんなにないと思うんですけど、レジンだと傷でもついてもおかしくないですよね。トゲトゲしいところをこの V カラーシンナーでなだらかにしてあげて仕上げって感じでいいかもしれないですね。どんな感じで削ったかっていうのをドアップにしてみました。これが削る前ですね。でこっちが削った後で比べてみてもらうと分かる通り、まずこのベロベロが全くないですよね。これを取ってます。でこれを取った時にちょっとここが出っ張ってるんですね。こういうところが、そこを平たくしてますね。ここから見た方が分かりやすいかな。こんな感じで、特に削りたいところはこっち側ですね。この縁ですね。ここはですね、削ってしまうとアイホールの形が変わってしまうので、この部分で、ここも重点的にゴリ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 で、どこまで削るかっていうのは、今これまだ段差があるので、段差があるってことはまだ厚みがここに残ってるので、この段差がなくなるぐらいまでは削って大丈夫ですね。心配だったら光を当ててですね、黒くなってればまだ厚みがある、薄くなってきたらもう厚みがないってことなんで、そういう基準でもわかると思います。なのでゴリ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 削って、最後は V カラーシンナーで綺麗に仕上げて終了と。これはカボションアイなんですけど、目頭の方は結構ぴったりくっついてるんですけども、目尻の方がこの端とこの目尻のまだ削ってないところが干渉しちゃってるんで、ちょっとね厚みがあるんですけど、これは DD の 22mm なんですけど、これもぴったり入りますね。これは 5ECI ですね。5ECI もこの目頭の方はいいんですけども、ちょっと目尻がですね当たってるので、これもう少し削ればぴったりになるんで、いろんな絵がはまりやすくなるので、是非ですねこのカットをやってみてください。ただルーターがないとかなり厳しいので、一応このカットするときはルーターやってみてください。はい、以上で終了です。今回もご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。